自動車メーカーを転職して大手一金属メーカーでデータ解析をしながら趣味で動画を作っているバレーボール大好きアラフォーの私京介がお送りいたします。今回ご紹介するのは市場が評価した経営者ランキング第1位に選ばれた北の達人コーポレーション社長の木下勝久さんが書いた悩まない人の考え方という本です。皆さんは悩みを抱えていらっしゃいますか？おそらくほとんどの人がはいと答えると思います。自分の思い通りにいかなかったりすると、なんでこうなるのかな、全然うまくいかないとイライラしたり落ち込んだりすることありますよね。悩みってどういう時に生じると思いますか？それは現状と理想のギャップが生じた時なんですよ。私たちは常に理想の状態に近づきたいと思う生き物なんですね。なのでこの悩みというのは発生して当然なんですよ。そして悩んでるということは要するに問題を抱えているということなんですね。ただこの本でも言ってるんですが、大切なのはこの問題をどう扱うかなんですよ。このアプローチを知ることで悩みやすい性格を克服することができますよ。それでは今回も会話形式でいきたいと思います。登場人物を紹介いたします。経理を担当している44歳の直哉さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。正直最近ずっと悩んでるんですよね。評価も上がらないし、このまま今の会社にいていいのかどうか毎日もやもやしてます。そうなんですね。今はどこの会社に入っても安定が保証されているわけではないですもんね。はい。妻は専業主婦で子供もまだ4歳ですし、転職なんて失敗したらって思うと怖くて動けないんですよね。でも今のままではいけないよなぁとは思ってるんですよ。なるほど。先ほどおっしゃっていたように評価されないことで将来に対する不安も大きくなっている感じでしょうか？まさにそんな感じです。ではまず、直哉さんが抱えている悩みについて少し整理してみませんか？実は悩みってすべて理想と現実のギャップから生じているものなんですよ。理想と現実のギャップですか？はい。ここから生じたギャップを問題と言うんですね。そしてこの問題の抱え方には大きく2種類あるんですよ。一つ目はうまくいかない状態です。これは目指すゴールにそもそもたどり着けない状態です。そしてもう一つが思い通りにいかない状態です。予定していたルートではゴールにたどり着けないという状態です。これはうまくいかない状態と似ているようで違うんですよ。なるほど。でも自分が今どっちなのかよくわからないですね。実はそこがポイントなんですね。多くの人はこの2つの違いを区別できてないんですよ。そして実は多くの人が思い通りにいかないと思って悩んでしまっているんですよ。確かに。どうしてちゃんと仕事してるのに評価が良くならないんだろうってことばっかり考えてました。そうなんですね。でも冷静に見ると単に今のやり方では届かないだけかもしれませんよね。そう言われるとそうかもしれません。思い通りにいかないだけと分かれば、まずはその問題をうまくいっていないと考えるようにしてみてください。この考え方になれば次のステップに進めるようになりますよ。わかりました。まずはうまくいっていないと考えるようにしています。早速その方法を教えてもらいたいのですが。わかりました。それではご説明していきますね。方法は全部で3つあるんですよ。1つずつ丁寧に説明していきますね。このどれかに当てはめたとき、直哉さんの漠然とした悩みはきっと解消していくはずですよ。そうだといいんですが、よろしくお願いいたします。1つ目の方法は問題そのものを真正面から解決するパターンです。これは成功法とも言えますが、実は悩みの根を深くしてしまう原因にもなりがちなんですよ。そうなんですか？評価されないから何とかして評価を上げたいと考えていました。そうなんですね。しかし直江さん、もしその考え方で評価が上がるなら、今こうして悩んでないですよね。確かに。何とかして評価を上げたいと頑張ってきたつもりだけど、結果が出てないから悩んでるんですよね。そうなんです。直哉さんは今仕事のやり方にこだわったりしているんですか？それは長いこと仕事してるので、こだわりはありますよ。自分ではちゃんとやってると思ってるので、評価されていいはずなんです。そうですよね。しかし、そのやり方で突破しようとすればするほど苦しくなっていく可能性もあるんですよ。確かにそれはわかる気がします。正直今も苦しんでますからね。実は悩みやすい人ほど正面からどうにかしようとする傾向があるんですよ。でも、うまくいかなかったルートをそのまま押し通そうとすると、ぐるぐると同じ場所を回ってしまうということがあるんですね。そこが悩みの沼なんですよ。
なるほど。今悩んでるのは、今の仕事の仕方がダメだってことを認めたくなかったのかもしれません。さすがです、なよさん。それに気づけただけでも大きな一歩です。じゃあ次は別の解決方法をご説明していきますね。はい、お願いします。直哉さん、今の生活ってご家族は健康で奥さんも支えてくれてお子さんも元気なんでしょうか？まあそうですね。家庭は順調です。食べるのに困っているわけでもないですよね。はい。まあ特に困ってるわけでもないですね。そう考えると評価されないことって本当に今すぐ悩まなきゃいけない問題なんでしょうか？言われてみると命に関わることではないのかもしれませんね。そうですよね。これはリフレーミングっていう心理的な手法なんですよ。物事の意味や前提を変えることで、その出来事を悩まない形に捉え直すという考え方なんです。なるほど。評価されてないイコールダメって自分で決めつけてたのかもしれないですね。まさにそれです。そして実は著者によれば、このリフレーミングだけで悩みの8割は解消できると言われてるんですよ。そんなに？じゃあもっと早く知っておけばよかったです。実際に収入が多くなくても悩まずに暮らしている人っていますよね。そういう方たちはリフレーミングがうまいのかもしれませんよね。悩まない人って問題をどう受け取るかの考え方が柔軟なんですよ。確かに他人と比べないで自分の軸で考える人っていますもんね。おっしゃる通りです。つまり評価という外の変えにくい要素に悩むより自分の捉え方を変える方がずっと早くて現実的なんですよ。それができれば気持ちが随分の楽になりそうですね。ですよね。このリフレーミングはエネルギーを使わない最も効率のいい方法なんですよ。ではもう一つ別の方法をご紹介いたしますね。最後の方法は問題を具体的な課題に昇華させるです。先ほど説明した問題を問題でなくすことができないことってどうしてもありますよね。そういう時の対処法です。ざっくり言うと、もやもやとした悩みを次に何をすればいいかという行動に変える方法です。なるほど。確かに何をすればいいかわからないとどうしようもないですもんね。そうですよね。ここでは5つのステップで整理していくことで悩んでいる自分ともおさらばできるようになりますよ。そうなんですね。ぜひ教えてください。1つ目のステップは悩んでいる自分を自覚するです。これはもうできてますよね。評価されていないことが辛いとちゃんと口にできていますもんね。はい。それは今自分でもはっきり分かってます。2つ目のステップは不快な感情の原因を考察するです。つまり現状をしっかりと見つめ直すんですよ。誰に対して評価されていないと感じているのか、それはいつからなのか、何がきっかけだったのかというのを 5W1H で細かく書き出して整理することが大切なんですよ。確かに上司に正当に評価されてないと思ってたけど、何がどう評価されてないのかまではちゃんと整理できてませんでした。こういうのって意外に整理できてないんですよね。そしてステップの3つ目は最終目的に立ち返るです。直哉さんはどうなりたいと思ってますか？どんなポジションに就きたいですか？年収はどれぐらい必要ですか？どれぐらい家庭に時間を使いたいですか？それ正直ちゃんと考えてなかったです。ただなんとなく今よりマシになりたいって思ってただけかもしれません。実はそこが明確じゃないと選ぶ道に迷いが出てしまうんですよ。なので目的を設定するのはとっても大切なんです。4つ目のステップは具体的になった問題から次の一手を導くです。目的と現状が見えれば悩みの種となっている問題も前より具体的になってきます。そうすれば問題を解決するための課題も見えてくるんですよ。例えばスキルを上達させるとか、上司との関係性を改善するとか、昇進するための情報入手とかが考えられますよね。なるほど。今までは問題と課題って何が違うんだろうと思ってましたけど、こう見てみると全然違うんですね。私の場合はいつも漠然とした問題の時点で悩んでたということなんですね。目的も曖昧だったから課題に落とし込むってことはできてなかったな。その視点いいですね。そして最後のステップは新しい課題を実行するです。出てきた課題の選択肢から今の自分が取り組めそうなものを選んで動いてみるんですよ。例えば昇進するための情報入手の課題を行う場合は、昇進するための要件などをもう一度精読してみる。不明点は人事に連絡して確認してみるでもいいですよね。小さくてもいいから課題に取り組むことが大切なんですね。
はい。そしてこの5つのステップなんですが、残念ながら片手間ではできないんですよ。最低でも1時間はしっかりと時間をとって、このように図にしながらじっくり考えるのが理想です。なるほど。でもそれならやってみたいです。もやもやを抱えたまま何日も悩むより、1時間集中して考えた方がよっぽどいいですもんね。おっしゃる通りです。悩みを課題に変えられれば、もう動き出せる状態です。実施するべき課題にまで落とし込めれば、直哉さんはどんな状況でも前に進めるようになりますよ。よし、やってみます。まずは今週末に1時間しっかり考える時間をとっていますね。素晴らしいです。きっとここから一歩踏み出せますよ。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。生活していく中で悩みってつきませんよね。これはしょうがないことだと思います。大切なのは、この悩みをしっかりと受け止めて、どのように対処するかということだと思います。今回ご紹介させていただいた、これらいずれかの方法を行えば、悩みのまま放置することはなくなるので、ストレスや不安も減ってくると思います。ぜひ動画を見返してみて、自分のスキルにしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。